が一番ホームで18番の責任が大きすぎました。怖い言いたいだけやろ。恋愛の話にしてください。その次行きますから。前代未聞の放送事故やったのかそれ追ってくれるらしいよ。逃げても追ってくるらしい。はい。こういうとこ帽子かぶってくるとかあるんですか。いいのもう俺の髪型やばいから今ここら辺までみんなでしょ。ノンアルを1つ、ハイボールを1つ、生ビールを3つ。お前お酒飲むいや飲むから飲まないと。してるやろ。5年前に。成長したな。岡田さんお仕事来ました。来たこの1年で腕上げたんすよね T さん。あれやってくださいよ。あれちょっと30分考えていい？長い。人一番早く来てたんだから一番早く来てたんですからお疲れ様です。お疲れ様です。1年間お疲れ様です。今日はね、せっかくロスから吉信来てくれてるんで、美味しいお酒とお肉をいただいていっぱい喋りましょう。はい、乾杯。我々もう焼いていいこれですか？いただきます。吉信追ってる。もうだからあれじゃカメラも T さんより吉野剛さんに出してそうよ。だって俺今日映らなくていいもん。さっき言ってたんですよ。絶対 T さんどんだけ動いても追いますってすぐ吉野剛さんだよ乾杯で。空気を読めてるわ。えげつないやん。今年を振り返って。どうやった？個人的には、言うてみ。やっぱり何ヶ月休んだ？ 1ヶ月しないぐらいですか。あ、ほんま？はい。あまりいい成績とは言えないぐらいの悔しい結果になってしまって。宮城猫かぶるなよ。ちょっと食べとくから喋っといて。カメラ回ってるからって猫かぶんなよお前。終わったら読んで。18番の責任が大きすぎました。持ってないやろ。変換しろ。でもいい経験できたと思いますし、次に向けてチームの順位も上げて優勝してハワイ行きたいです。それお前小学6年生でも言える。言えるコメント。難しいな、一発目は。僕はおしょれよまず。僕あんま良くなかったっすね。知ってます。あ、それはもうアメリカにも届いてた。チェック。チェックしてる。でも一回いい時期あったのよ。上がってきてよかったよ。いやでもこれ気合入ってたやん。いつ気合が違った。お前知らん？どういうこと？俺知らない？戻ってきた時のどういうことですか？俺の気合の入り方知らないでしょ、もしかして。どういうこと？俺もう目つきすごかったんだよ。いつ気合っていう。一年中やってくださいよ。俺1ヶ月でもシューけどなんか本当の自分じゃないからさ、それってこう作り上げた自分だったから、それをずっと1年できたらいいなっていうふうには思ったけど、今年はもうそれが途中でもう疲れちゃって、夏場とともに6月は良かったけど7月の中盤ぐらいからなんかもうチューってなっちゃったから、そういう気持ちを最初から持ってたらめっちゃいいかなって思いました。いつもどうなんですか？なんだ俺何も考えてないかも。なんかただなんか緊張するなみたいな。緊張あるんですね。緊張めっちゃする。僕もします。する。すたまにいるじゃん、緊張しないみたいな人ってさ。いますね。いるっすよ。俺緊張しねえって言ってる人。なんかその話から聞いたことない。いるでしょ。鼻いてっていう人いるじゃないですか。あれ絶好調に。いる。宮城の先輩。よくないわ。山岡さんね。山岡さんは緊張しないらしい。で俺ほんまに緊張せんやつ一人知ってる。ピッチャーで誰ですか？東。東はあいつやばいっすよ。でもあいつはでもほんまに多分してないっす。でも正味その失敗してなんかどんどん緊張するようになりません？わかる。そうめっちゃわかるそれ。それが返ってきて、
まあ全然ダメだったっていう感じですね、僕は。はい。俺、僕はねもいいよ、全部持ってっていいよ。ういやいや持っていけるほど話せるような内容もないしまあ、あんま投げてなかったですもんね、今年。だから最後投げたんが4年ぶりに坂本誠志郎にホームランあ、なんか甲子園だ。坂本誠志郎今年何試合投げたんですか？ 16でもその夏までだから交流戦まであ、それまではじゃあ結構10試合連続無失点いってはいはいはい、そうですよね。そうあんまり調子は良くなかった正直どこが悪いですかか？肩。腰あもう1年間ずっと腰に悩まされてへ初めてなんですよ腰がこんだけそう痛いの病院もMRI取りに行ったらここまで野球やってきてこんなに腰が綺麗い人見たことない綺麗今はどうなんですか？はもう注射というかその自分の血取ってうんうん、膝とかにやるやつだ。培養しあいや、嫌な話だったね。あ、嫌いや嫌な話だ嫌なだからうんもう腰痛いっていうのがもう今年の振り返りというかしばらく我慢したんですか？いやしばらくどころか俺最後ファームでだって合わせて50試合ぐらい投げてもマジ結構ガッツっすね。ガッツそこでガッツ出してないでも俺ブロック注射打ってファームで投げてたよバリエグいやんまあ、体は元気ってことはいいんじゃないですか。まあ来年やりましょう。あ、T さんいきます？いや俺の1年振り返ってる。振り返り。いやそれやでもファンの人も気になってるんじゃないですかだって。T さんいやいや T さんってなんかたまにグラウンドいやいやいや。アドバイザーとして普段何してるんかっていうのは多分めっちゃ気になります選手も知らななんいか痩せてるから痩せてる痩せてるから痩せてますからね。今日はここ俺喋ってもしゃあないんですけど。いやいやいやいまあチラッとくださいよ。端っこで体でかい人が喋らんかったらやばいっすよ、マジで。怖すぎるでしょあ俺はあれよ。もう解説したり野球を教えたり野球教室やってましたね。ぐらいしかしてない。まあでも面白いよ。子供たち教えるのって本当難しいしさ。いろんな引き出しがないとやっぱ子供たちには伝わらへんからさ。なんかあれっすよね、自分がちゃんと理解してないと教えれないっすよね、そう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 子供たちって。なんかそうそうそう。大人はわかるけど。思い出す時ないですかまあ今現役中じゃないですか現役中に野球教室した時にそういえばうん、この意識してたわかるわかる。あとあ教えながら。そう教えながらあ俺昨日野球教室してきて思ったんだけど、子供ってやっぱ体ちっちゃいから軟式ボールでも腕だけじゃ投げれないからめっちゃ体使って投げてるのよ。それ見てめっちゃ勉強になったのにうわこれだと思ってもうこっち行ってるから体でかい教わった。うまいね子供はでも。そういうのも面白いよねやっぱ。そうだからそれ聞きたいんですけど、現役の時になんかもっとこうやってたらよかったなって思うことってやっぱあるんですか？引退してからでもほんま若い時にもっと練習しとけばよかった。やっぱあんだけしてたのにまだ思いまですもいやだってそれよい怪我するまで練習してるじゃないですか、引退間際まで。まあでもそれは年いってからやんか。それはもっと若い時にもうほんまに毎日シーズン中関係なくクタクタになるまでやっとけば、その具体的に何を貯金みたいなもんですもんねバット振るとか、シンプルにね若手の頃の T さんってどんなやったんですか？練習してたけどなんか若干やっぱり昔やからやらされてる感はあった。だからこそもっといろいろ考えて自分で練習せなあかんかったなっていうのはすごい思うよね。それが結局その年いってきた時に貯金になってるから、やれるだけの体力がついてるからやれるよね。それはでも若い子に言ってあげてほしいですねでもさ、いや言うけどさやっぱわからないですよね分からへん。こればっかりは経験しないと気づかれへんから、そこでどれだけ若い子らがしっかり落とし込んで気づけるかが結構大事かなと思う。吉野に振り返ってもらおうか。僕の今年は素晴らしかった。でしょうね。いやいやいやでもいやでもよう投げましたね。1年初めて向こうで去年できなかったんで1年投げれたんで。でも2年目でさしっかりそういうのに対応できるってすごいよね。でもやっぱその私生活安定したんです。去年は3回ぐらい引っ越ししたんですよ家を。それなんでなんですかなんかまあ行ってすぐだったんで、まあ住むその場所とかもまあ何個かそれみんな好きなとこがあるんですけど、まあどこが自分に合うかわかんないじゃないですか。でどんな家が合うかもわからないじゃないですか。一つのところに最後収まりたいからいろいろこう見ながら
探してたんですけどなかなかいいとこもなくて、まあ、その知り合いの人の家借りたりしていろいろ転々としてたんですよ。だからそれも落ち着いていろんなストレスがなくなったですね。だからそれが良かった。だからその時はまあがむしゃらにやってるからその慣れてないとか思わないですけど、まあ、今思うとまあそれはうまくいくわけないよなっていう。慣れてないじゃん、はい、そんな怪我はなし。今年はまあちょっとちっちゃいトラブルは何個かありますけど、まあ、なんとか投げれるぐらい。すごいね。この夏ぐらいからやっと自分のピッチングというかやっと自分のプレーができるようになってきた。そうはい、そんなそういや向こう行ったらやっぱ向こうのもんあるじゃないですか。やっぱ従った方がいいんかなとか、それがいいか悪いかも分かんないじゃないですか。いやその配球のもこっちの理論と向こうの理論違うし、まあ、自分そんな勉強してる自信ないからとりあえず従ってたんですけど、まあ、やっぱいろいろ自分で決めてやった方がやっぱ意志のあるボールというかその方が良かったですね。何がじゃあ一番向こうでなんか活躍するにおいてさ対応するのが難しいことなの？いやなんか大きい1個はないですけど全部ちょっとずつストレスですね。マウンドにいても、まあ、例えば、まあ、ほんまにちっちゃいので言ったらそのサイン送られてくるやつとかも、まあ、慣れてないもんね。慣れてないじゃないですか。しかも本当マウンドで初めて聞こえてくるやつとか来るんですよたまに。最初の1年目とかは、まあその瞬間は何も思わないですけど、ね、このピッチングに集中できてるかって言われたらちょっと神経取られてるじゃないですか。だってちょっとでもなんかファーストランナーとかにキー取られたらなんかボールになったりするじゃないですか。ああいう感じです。楽しいですか？楽しい。野球漬けやな。それから昼や聞きたいんじゃん。いやいや何があるやろそら。てかさ18番じゃん、はい。吉野後のさそれどういう気持ちで見てんの？まあ13でよかったんじゃないですか。めっちゃ積んでるやん。それはさ18が良かったっていうのは、なんなんそのどういう感情でそうなる？確かに。やっぱいい背中を見てたんで、でも18をつけたいと思ってると思わなかったですね。だから13も別に似合ってたしな。言ってなかったですもんね。あ、そうなんだ。18ください的な話も別になしになる。なんか最後の方にキャンプの1年終わってキャンプの方に行って、まあでも冗談やと思ってた。その会話も冗談やと思ってたから19にしろとか言ってました。みたいな会話してたもんな。あ、そうそう。普通に冗談やと思ってた。でも昼はほんまに思ってた。18が欲しい。いや左の18があんまりいないのと、確かにね。で今までつけたことなかったんですよ。その野球してる間、小中高で。そうか。1か。1か11かとか13とかもなんか左に似合うっぽい番号。55いる？は大丈夫です。左55、ノーステップにソフトもう一個セントリー。まだ誰もつけてないですよねオリックス。55？ 55。いやでも T さんの後つけづらいですよ。なんかその大砲にならないといけない感がすごいじゃないですか。ノーステップせなあかんとか。いやノーステップにしてソフトもいいか。ソフトもいいか。髪の毛チリチリじゃないといけないみたいな。足上げたらあかんのかとならないですよ。規制がいっぱいあるからないわ。そんな癖やばいな。髪の毛チリチリかソフトモヒカンでしょ。おらんと出てこいよ。ヒゲでしょ。一生無理ちゃう。で一旦100キロ。質問してもらっていいですか。でもなんかやっぱやっぱあれやん。オリックス気になんねや。オリックス見てますよ。シーズン中な。はい。俺がブルペンでさふざけてるとかガッツポーズしてるなんかブルペンでふざけてるんですか？ふざけてるじゃない。俺が喜んでガッツポーズしてるめっちゃ変な写真とかあんねや。こいつそれだけ送ってみんなの変な写真結構僕ストックしてますからね。多分それをブレさんもなんか送ったでしょ。シーズン中。多分 X とかで出てきたやつをこれを送ろうと思って多分こいつ保存してんだ。めっちゃオリックス好きやと思う。多分ですけど意外と暇なんですよ。投げる以外は。いやマモさん好きやしな。そうかそこはな。それはだからいい結果になってほしいっていう。今年僕唯一のメディア出演これやからなんでなん？渋いっしょ。いやそう言ってたよ。戻ってこようとしてんのかな。いやもう僕はこういうところでしか喋れない。苦手？そういう苦手じゃないですけど、あんま出てる印象がないね。オリックス時代から。確かにだって
カットされたら辛いし、あ結構いいこと言ってたのになみたいな。いや例えば4時間とか収録するじゃないですか。今の吉野が喋ったら全部使ういやビーズ TV が一番ホームで。なんだお前めちゃくちゃ株上げるやん。多分ここだけは今日絶対使うところだから今日1個目使えるとこ。俺らでもやっと1個がこんだけ何でもいい。あの時さ何やってるか分かんない。第7戦か投げる第6戦もブルペン入ったやん。第6戦だっけ。いや3戦目2投げて、移動日3戦目18回行って、そう18回の時な。あの時さマジかと思った。いやてかもう全然決まんなかったじゃないですか。でカーショーもう投げて、カーショーが一番イニング投げれるピッチャーで、その後エンリケスっていうピッチャーとクラインがいたんですけど、2人ともシーズン中こう上行ったり下行ったりっていう選手なんですよ、リリーフで。でワールドシリーズっていいピッチャーでも早く切ったりしてどんどん変えていくんで、もういいピッチャーどんどん投げてでまだ13とかだったから、でもあと2人しかいないじゃないですか。で周り見ても僕かスネルかしか多分いないなと思って投げれる。翔平さん次の日先発やったし、でどうなんかなと思って、でもそれで投げるっていうのがちゃんとそのチームの助けになるのか、ただわがままな迷惑になるのか分かんないじゃないですか。その向こうのそのマナーというかそういうのも分からなかったんで、これ次誰投げるんですかねみたいな聞いたら、いやもうあの2人でいけるとこまでみたいな。で僕これ準備した方がいい可能性ありますかみたいな言ったら、いや 100% ないみたいな。まあ一応その聞いてもらったけど 100% ないみたいな、まだ3戦目だってとこからほんまに試合決まらんくて、もう逆に18回とかまで行って負けるのもしんどいじゃないですか。延長こそ負けるのと勝ったのと疲れ全然違うじゃないですか。全然違うな。でまあ3戦目で投げたら4、5と移動日で中3日だから、まあなんとかなるかなと思って、体調良かったんで、その日の練習調子良かったんです。めちゃくちゃ動けてた。だからまあ必要やったらっていうことで、でもまあ誰も行けなんて言えないじゃないですか。投げた2日後で、まあ、故障しても誰の責任かっていう話になるし、取られへんしな。でまあ準備しながらってなって、ありがとう。一応じゃあ準備はしといてとは言われた。いやまあ準備しながらまた教えてって言ってたら、そしたら17回作ってたらピンチになってきて、もう一人出たら行くぞみたいなやばいな。逆に僕も言ったもののまだ心の準備もできてなくて、そしたらまあなんとか最後抑えてくれたんで、18回を自分ってなって、でもうめちゃくちゃ緊張してきて、まあもちろんするじゃないですか。不安、大丈夫かっていう。まあここでマウンド行くのが正しいかも分かんなかったんで、そしたらその打球がバーン上がって救われました。めちゃくちゃ喜んでたもんな。めちゃくちゃ喜んでたっていうか、もう助けられ、救われた気持ち。フリーマンのホームランだったの。フリーマン最後バックスクリーンにホームラン打って終わりました。あれはすごかったな。6時間40分ぐらい。人生で一番試合してんじゃん、時間で言ったら。そうですね。どう考えても。確かに。日本の小学生が学校から帰ってきたって栄養士さんが言ってた。試合終わる時。終わったらもう娘が帰ってきてたっていう。そんだけさ野球だけの生活するじゃん。リフレッシュって何するの？いやでもみんな遠征も結構家族と行くんで、しかも試合後ってもう11時とかだと意外と店もほとんど閉まってたりするんで、僕ら遠征とか行ったら焼肉行こうみたいになるじゃないですか、試合後。あれ結構でかかったっすね。ああでもできないんだ。あれでかかった。そうか。大谷さんもまあ家族いるし、まあ試合も毎日あるんで、まあでもあれはでかかったっすよ。みんなで飯行くとか、まあ行くけどみんなもその向こうで大事な時とか。結構大事なんやな、そういう息抜きというか。大事です。だから人と会うって大事らしいですよ。会話大事、会話大事。ねえ。じゃあ野球部門からってことですよね。何部門が逆に？野球、プライベート、恋愛、その他。恋愛にしよう。ないじゃないですか。まあ順番にいっていいんじゃない？野球から。野球からいきますよ、じゃあ。ちなみに2個候補あるんですけど、実は話すとき緊張する先輩か、オリックスのいいところ、好きなところ。話すとき緊張する先輩。おらんやろ。 5年前の T 岡田先輩とか。あそう。5年前。
T さんでも無口だから最初挨拶した時怖かったな。なんか T ですって言うかと思ったらなんか岡田ですって言いましたあ T じゃないんだと思って俺その時そうでしょそりゃそうでしょいや僕らからしたら T 岡田だから、T じゃないですか。そうやろ。岡田ですメンバーなんか岡田ですあだ名でも自分で言わんやろ。いやで自分でつけてんだからでどっちがいいですかもう今のでいいだろいいですか別に。実は話す時緊張する先輩いやでもやっぱ平野さんはわかるレジェンドすぎてわかりますなんかその言葉遣いちょっとマジで選ぶっすね。なんかなんとかじゃないっすかとかいけないかもあんまり。それで言うとその大ベテランの先輩たちみんなめちゃくちゃ優しいじゃないですか、例えば比嘉さんとかもめっちゃ優しかったじゃないですか、マモさんも、だからついつい気緩んじゃうじゃないですか、でも絶対許してくれてること多いから怖いっすよなんかその自分大丈夫かっていう怖さがそういうこと優しすぎて平野さんなんてだって絶対怖いよ。俺結構仲良くさせてもらってるからさ、だいぶもう慣れてさ、冗談も言うようになってるけど、そのなんか移動の時とか新幹線とかで駅行くじゃないですか。遠くから歩いてきた平野さん見たらやばい人めっちゃわかる俺それ。平野さんのスーツ姿ってあっち系っすよ。俺ほんまいやマジでいやわかる。ふと我に戻った時にめっちゃわかる平野さんってこれ周りの人絶対怖いよな、こんだけ喋ってるけど、見た目の話ですかまあ見た目の話で思ってる以上にでかい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 100でかいでかいんよでかい。あんまその思わんやん、優わかるしいし、なんか別にそんなこう歩き方もめっちゃわかる歩いてるわけじゃないからさ、でかいしおしゃれメガネが怖い。あとおしゃれなんだけどセカンドバッグみたいなのもおしゃれなんだけど、それも怖い。で革靴もちょっとスニーカーっぽいやつ履いてるけどそれもそれでちょっと怖い。なんでやねんヒゲまで怖い言いたいだけやろヒゲまで怖い。最終怖い。だから今の若い子とかって絶対話したらいけるんですけど、絶対俺一番平野さんのこと怖いやろなと思ってる。みんな若い子話そうと思わなかったとやろ。だって真顔でボケるじゃないですか平野さんって。そうあれもなんかそのどっちなんだボケろうってる時あるやろ。あんねんあんねん。本当に言ってんのかこれボケてんのかなんか探りに行く時ですね。でもめっちゃ話してくれますよねめっちゃ話してくれる。だって今もう西野さんとかですよね上もう大ベテラン。西野さんなんてもう世界一安牌ですもんねいやてかやっぱあんま言うのあれだけどまあちっちゃいからさ目線が目線がやっぱ平野さんでかいじゃないですか。でひげも生えててちょっとこわもて感あるんですけど、なんか西野さんってこうなんかヤッホーみたいなとこあるじゃないですか。しかも最大の怒り多いじゃないですか優しいんでちょっと親近感はある。2個目いった方がいいかそろそろプライベートの質問いきます、はい、恋愛の話にしてください。その次いきますから普通にチーム内で一番仲のいいプライベートでも遊ぶ人でいいですあ確かに。宮城はクレイ以外これ以外もかかるのか。宮城はじゃあ紅林以外で紅林以外はベータ。ペータとかあとあー曽谷さんとかやっぱピッチャーなんだ。野手はあんまり。野手の何ですかねペース合わないもんな。はいなんか野口さんとか何考えてるか分からんから大丈夫ですか？大丈夫ですか？電波乗れますけど。でも先発ピッチャーは先発ピッチャーじゃない。まあちょっとそういう流れになりますね話す時間長いから約束する時があ移動のタイりますよねミングも違うやん。そうですね宗さんはいないでいいですかいるよ。友達はちょっといいんだよ。俺はマジで石川亮さんですかも。家泊まり行ったりするもん俺。マジですか石川さん。二人で鍋パーとかあーなんかピザパーティーみたいなのがする。春とかなと思ったよ。ちゃうハルトはなんか3人で行く。それこそ石川さんとハルトと僕と差しで行ったことあんまないかもかな。僕は石川さん。阿部ちゃんはまあまあ井口が多かったんですけど、ああ井口でも意外と智也が多いかも。俺智也あまあ安倍さんはそう思ってるけど向こうどう思ってるか分かんないですけどまあ言うのは全然ただお前ただなんでまあ全然いいかなと思います。前代未聞の放送事故やったのか話したのか。座談会そういうのじゃないはいプライベートでご飯ってなったら井口が多かった。それよく写真見るかも私めっちゃ見てるやん。見てますってみんなのほな吉信行こうか。いや T さんでしょ。なんで俺チーム内におらんもん。チーム外もいないチーム外のプライベートででも今年俺姫路の独立リーグの特別コーチおー臨時コーチみたいなのやってたから海田が監督してるから
あそうかそれこそ海田とご飯行ったり、まあ、同級生ですもんね。ゴルフ行ったりしてたかな今年は結構。へえ海田さん面白いですよね。吉野は僕まあもちろん日本人が一番話しますけど、日本人選手プライベートで行くその例えばじゃあなんか佐々木朗希とかまあみんなでは行きます。その遠征地とか行って例えばお寿司屋さんがあるとことかだったら日本人のそのスタッフの方もいっぱいいるんで行きますけど、まあそれをなしにしたらムーキーベッツはよく誘ってくれます。去年一緒にリハビリの期間があったんですよ。でムーキーの家って、まあ、ネットにも出てるんですけどやばいらしいね。バスケのボールがあってピックルボールのコートあってボーリングレーンが2レーンあってシミュレーションゴルフあるんですよ。家が死んだよでムーキーの性格的にももういつでも来ていいよみたいなルールないからねみたいな自由にしてっていう感じなんですよ。もう素敵じゃないですか。すごいよく誘ってくれます。すごいそれめっちゃすごいなと思いますね。逆だったらそれできる勇気ないですもんね。まあ確かにねでご飯も食べさせてくれてそれ会話はどうするの？いっぱい話しかけてくれます。はい、分かるようにそう分かるようにゆっくりやって分かるようにゆっくりやってます。日本に来た外国人選手とかってこっちに合わせようとしてくれるからこう話しやすくしてくれるじゃないですか。ちょっとやっぱり分かるようにゆっくり話してくれるの。ゆっくり話してくれます。そうなんだからそれこそその助っ人の選手のこととか思い出しますね。自分が今その立場やったら。だからはい。ついに宗さんが待ってたやつ。ちょっと今注文中だからね。ごめんなさい。これはもうちょっとストレートすぎる。ストレートすぎるはもうこの辺でいいんじゃない？髪型ぐらいだったらいいんじゃないですか。髪型？服装髪型。はいじゃあ僕言います。好きな髪型は結構短い違います聞いてないです。そこから質問です。本当に選んでませんよ。これぐらい？女子バレー部ぐらいこれはちょっとチリチリすぎるんでお前が言うな。短け短いほど好きなんですよねどれ僕。坊主はダメです先に言って坊主じゃないやん。いやそれなんか言いそうだったら極端な例をT さんこれちょっと男すぎるんだよでもいてるくない？これぐらいだったらマジで。いやいないっす。いやこれ刈り上げてないとしましょう。あーちょっと待ってくださボブよ。いこのボブほぼボブ。なんか癖やりすぎだろ。想像つかんの。しかもマルコちゃんみたいな。安倍さんの顔が邪魔してる。顔が邪魔してる。こんぐらいこんぐらいいてるから。これ全然あり。変わらんって。俺と。いやいや一番よし髪綺麗だね。綺麗ですよね。なんでそんなサラサラなの？そうだね何使ってんの？何も作ってない。いや満いいですよ。いやいや使っても別になんないですよこれには。いや俺めっちゃサラサラやから。俺自分で。本当は本当はその俺じゃあパーマやめようか。一回やめてみてください。じゃあ見てみたいんですよ。だってプロ入った瞬間からずっとこれじゃないですか。入る前からそれで言ったら。わかんないですよ。俺元がほんまにサラサラマジで。これずっと言いますもんね。多分来サラサラって年のこの頃には吉野ぐらいは余裕でなる。吉野さんパーマ合ってる？いや今何もしてない。何も。はい綺麗。普通のシャンプーとかトリートメントだけです。何使ってんの？髪だけはなんかいいんです気よ。にしてんの？いやいやなんかもともとなんか恵まれましたね。綺麗。髪は T さんの女性の髪型どうする？好きな女性の。奥さん見てますよ。これはもうでも俺はもう妻ですしか。いやいいややいやいやそんなん思んないです。じゃあ T さんのデートプラン聞きたくないですか？ほんじゃそれの方がやばいぞ。それ言って奥さんとそのプラン言ってなかったら結構やばい。いやでも理想のなんで。いや理想なんで理想なんで別にそこはあんま気にしないでください。でも今やっぱ引退してよくゴルフ行くからさ。ゴルフ行きたいそれやったら。でもそれ向こう下手だったら場合、上手い人の場合だけじゃないですか。それって通用するのって。それこそ打ちっぱなし行ったりさ。打ちっぱなしとかあったらいいです。全然下手な立場からするとマジでハーフにしてくれってマジで思います。いやだから向こうが嫌ならそれはいかへんで。確かにああじゃあそこの情報あるんですね。そこはもちろんですよ。さすがに。俺言ったからみんな嫌デートプラン。何お前ら俺にばっかり振ってきてさ。なあ帰ってきた。質問何やったっけ？いやなんかわかんない。宗さんにとってファンという存在はっていう質問います。どれ皆さんだ。あ、宗さんじゃないですか。いや違う。名指しじゃない。なんて存在？いやー宝物ですね。この辺は入団した選手で一番印象が変わった選手。これはまあみんな言えるっすね確かに。T さんも言えるし。それこそ T さんじゃないですか。俺が？え？吉信が？俺が？
何が由伸がからしたら T さんが出るんですか、あ、そうどういう印象なの？怖かった怖かった普通に怖かったそうなん何が無口な感じが T さん足立さん、足立さんはちょっと怖かった、それはまあでも確かに離れてるからでしょ。そう、その雰囲気はありましたよね。18からしたらその30の人なんてマジおじさんだし喋ったこともないから、そんな年上の人と、まあ会話のなんかその糸口見つからないんですよ。確かに話そう何喋っていいか分かんない。でも逆に上の人もそう思ってると思う。そうですね。あーまあそっちの方がそうですね困りますよね、そうもうジェネレーションギャップすごい。そう構えるもんな。入団した選手で一番印象 T さん入った時の先輩とかもっと怖かったね。俺が分からんけど誰が T さんルーキーの時誰がいたんですか？吉井さん、吉井さんってロッテの吉井さんですか？吉井さん、清原さやばいおーすごい。ん、ノリさん、すげえ。うわーすごいな。で仲間です水口さんもいて、おーいいさんパピーもいたし、おー、まだ僕ら子供じゃないですか。生まれてるのは生まれてるか。僕が小学生ですね。あ、じゃあマジでそんなことない。いや2歳とかかも。生まれてないよ T さん何歳ですか？なんで俺小学生？絶対さ T さんが高卒で俺が小学生なわけだよ。多分阿部ちゃん俺の5個下なんや。いやいや5個下やから。中学ぐらいです俺ね。96年生まれだから2006年ですか？ 2006年。あ、じゃあ10歳だ。全然違う。 8歳、5歳5歳。いやでも俺ほんま覚えてるのが1年目でね、もう最後の方消化ゲームでさ1軍呼んでもらって、まあ今の ZOZO で初スタメンやったんよね。緊張するやん、高卒1年目。じゃあセカンドアップするってなってバーって外野行ったらもう清原さんとかがアップしてて、清原さんに呼ばれて「おい一緒にアップするぞ」優しい。嬉しいですね。いやもっと緊張した。体温まらず。これは確かにな。優しいですね。そうやって後輩にかけて。まあ体も大きかったし期待もあったんですね多分ね。その後も結構声かけてくれたりして、やっぱそういう意味では一番印象変わったからね。確かに僕堺のセブンイレブンで清原さんに偶然会ったことあるんですよ。2年前ぐらい。 2年前、はい、マジでたまたま。でかかった清原さんに似てんなと思ったら清原さんでしそうでしょ、喋りかけたた。ご挨拶しましあしたんだ、た。はい。めちゃくちゃ優しかった。俺今年だっなんかそんな会うんですか清原さんた。焼肉屋さんそんなに会えんの清原さん今年焼肉屋さんで清原さん。焼肉屋さんで焼肉屋さんで大阪っすかそれこそ友也と井口と呼ばれてる時に奥の席に清原さん。挨拶行きました、まあ一応言ったよそれ。それ宮城は。いややっぱ T さん、足立さん、比嘉さん、比嘉さん？美香さん。比嘉さんめっちゃだって褒めてくれるやん。褒めてくれるやん。僕のめっちゃ褒めてくれるじゃないですか。イメージ沖縄の先輩だからああ。試合の次の日比嘉さんめちゃくちゃ褒めてくれません？あれよかったねみたいな。バリ試合見てるよな。比嘉さんめっちゃ見てる。比嘉さんマジで見てないようでめっちゃ見てるよね。えぐいめちゃくちゃ見てくれてる。沖縄人初のせっかちな人でしょ。多分俺沖縄人であんなせっかちな人見たことない。初。まあ言ったら沖縄タイムみたいなのも全くないな。比嘉さんいやに関しては。関西に住んでる方が長い。そんなことない。比嘉さん多分関東。あ、関東か関西。あだから外に出てる。沖縄出てからのが出てから長いのにあんななまってる人見てる。自分まだなまるんだだからあんだけなまってるってことは絶対沖縄の心は抜けてないよ。もともとせっかちなんやから沖縄時代から。そうこっちに来て変わったことじゃないんだよ。それは正しい推測かもしれないそうやんな。胸は？僕は本当1年目の時に坂口さんがまだオリックスにいて、あんまり笑う印象がなかったんですよ坂口さんって。なんかテレビをこう見てる立場からしたら、で僕もともとオリックスもあんま分かってなかったから、まあ、一応調べるじゃないですか、その時のオリックスの。で坂口さんめっちゃ打ってるみたいな、もうすごい月間40本安打もしたことあるバーっていろいろ出てきて、おすごいなと。左バッターだったし僕で、まあ挨拶するってなって、まあ、怖いと思ってるんで「あ、はじめまして宗です」はい、What's up? でなんか僕は怖いと思ってるからなんか「あWhat's up? みたいな「俺もさ What's up? とか言ったら「誰に言うとんねん」どっちなの怖いのか怖くないのかどっち?」みたいな見た目とは違うなっていうのはなんか思いましたかね。坂口さんめっちゃ優しい、ビシッてしますね、なんかちょっと今でもなんか喋ったらその時の気持ちになる、1年目ぐらいの気持ちになる。
阿部ちゃんは僕はでもまああんま長くないんであれですけど絶対平野さんですねそれは。あちょうど僕入団の時に帰ってきたんですよ平野さんが。そのタイミングでキャンプ途中で平野さんが帰ってくるみたいな。で食事会場でご飯食べたら平野さんが登場して平野さんやみたいな。まあ挨拶して初めまして。そっから僕も口がおらんかったんで喋ることもなく。で平野さんがなんか調整かなんかでファームをしてきた時に練習終わった後にラーメン食べに行こうやって言われて、まあ何人かよ、その大輔さんもその時リハビリやったら大輔さんもおって、その時ぐらいから話すようになって、結構冗談も言うから、こんな冗談言う人でも初めは笑っていいかどうかわからなかった。吉信の試合の時結構食堂でみんな吉信の試合見ながら食べたりしてるけど、これがみんなが見てるノーヒットノーラン9回ツーアウトまでそれ僕映ってます。俺多分ねそれやってる後ろにぐらいでラオさん映ってるんですか。ムレさんいます。いるいる。なんかうわーやっぱりダメだったみたいな言った記憶がある。2年連続やってる。やったっすよね。その時出てなかったですけど。ゾゾとマモさんなんか守備固め行けそうになってめちゃくちゃ結局出なくてそれは友達かったですね。最後山足が取ってる。どっちも山足じゃないですか、さばいてるの。多分そう。2年それ持ってんな。だから由伸はまず山足に感謝した方がいい。うわじゃあ初球からいくやん。うわ早っ。早っ。やば。もう一度高めまっすぐ。おいや、えぐい。打てるか。ホッとすんなよお前。最後まで。おいやばいやったうわーって。今結構危なない。あ、危ないですよ。真ん中っすよ。いやでも今1球で終わったんでかいね。でかいな。やばい、ツーアウトやん。初球来るだ、初球。これポップフライトが上がったら取り行きたくねえな。マウンド付近のやつ。おい、行くね。すごいな、こいつら。みんな動画撮ってる。打たれた。おい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 。やっぱりこうなるかって言ったっすね今胸今。それはめっちゃ覚えてんだけど、俺絶対言ってる。俺それはやっぱこうなるんだな。忘れてたのに。大体本当にみんな見てるよ。今思い出した。大体だから吉信が投げてる時は絶対ついてる。あ、本当ですか。あ、投げてるって。嬉しいなんか朝おはようございますって来た時にもう投げてるから、うわすげえ頑張ってるなって思いながら。中5日ってすごいよな。でも100球ですからね。120球とかないんですよ。7回とか投げたらめっちゃ褒めてくれるじゃないですか。オリックスで7回で降りたら9回投げろとか言うじゃないですか。あれないんで。誰がそんなこと言う。はい。誰がそんな今見えないところでこう指さしました。頼むよ。これはもう最初に由伸から言ってもらうのが一番。自分で説明。一番最初に会った時野球上手い人ロッカー汚い人多いね。一流は朝早いっていうのはマジで俺合ってると思う。なんか両方兼ね備えてるってせこいよね。自分の性格。どんな感じの人なのかっていう自己判断。ああ自分で。しかも1個目に。これはマジで僕いらんす。結構知りたいですけど、ゆっくりするとか。もう何もしないとか。アドバイザーじゃないですか。違うアンバサダー。アンバサダー。何回間違えんの。漢字間違えるから調べていい。もう嫌やから俺漢字書かれへんって思われんの。これ以上。いいんじゃないですか。別にもう思われてるんで。何間違えたんやったっけ。何かで見たの。牛丼の丼間違えました。井戸の言い書きました。それでもう一回書き直したいぐらい字が汚い。ちょっとわかります。まあ大丈夫か。
健康第一でもいいですよ T さん。なんでわかったほんまに。はい。はい。1番。チームもまた1番、個人成績も1番頑張ります。はい。やっぱりか。やっぱりなんですね。やっぱり。やっぱねやっぱねって言い出したらもう何でもそう。あかん言うないろいろなね、僕の場合はお仕事いただいてるんで、まあ、ちょっと体調がっていうのはやっぱり目をかけるんでね、健康第一、まあ、しっかり頑張って動いて子供たちにとってかっこいいパパでいたいなとは。まだ痩せようとしてます。まだスマートなろうとしてる。ちゃう俺の場合は美味しく食べるために頑張って動く食べたいから。僕は50試合登板です。字が汚いな。字やってる？字は合ってるでしょ。調べながら書いたもんだって俺。これ間違ってないんだったら iPhone が間違ってると。なんか試合のし怪しいけど。そんなごんべん見たことない。なんでここが一番長いんですか。なんでそんな言われなのだから俺字書くの嫌やねん。一個一個言われるから合ってるから。一番下が長いから。もういい？もう大丈夫です。はい。安倍さんが大丈夫なのであれば。俺は大丈夫。じゃあいいですかもう。はい。あ、もう一回すごいな。44試合49試合って投げて、その次の年に目標を掲げたんですけど、これは2年間遠のいてて、去年も今年も上として合わせて50試合ぐらい投げて、多分上だけだったら達成できてると思うんですけど、全然貢献できてないんで、来年こそは絶対50試合1軍だけで投げたいと思います。はい。全身全霊。これなぜかっていうと、人って生きてる時になかなかこう自分に素直になれてないというか、なんかに常に言い訳して保険かけて生きてるような気がするんですよ。これは僕自身もそうで、他にも当てはまっている人が結構いると思うんですけど、そこに実際に自分に対して素直になれた時に、そこから先の自分の成長っていうのが見えるかなっていうふうに思うので、しっかりこう全身全霊全身全霊で自分自身と向き合って自分に嘘つかず、一年一年戦っていきたいなと思います。周平にできた。乗り移ってる。拍手。どうしたの？福田や。優勝褒め言葉したいです。由伸さん抜けて5位と3位なんで、いない時も勝てるって思われるオリックスになりたいなと思ってます。拍手を。ありがとうございました。いや、もうホームな感じで、なんかこうカメラ気にせず気楽に話せましたし、座談会8年ぶりぐらいだったんで、ちょっと懐かしさもありながら、はい、やっぱ長く一緒にプレーしたチームメイトたちだったんで、やっぱいいなと思いました。皆さんお久しぶりです。今日は BGTV を通じて、皆さんの前でこう話すことができて、良かったかなと思います。あまりこうなんていうんだろう、こう何か伝えたりする場が僕はあまりないんですけど、はい、こういった動画を楽しんでもらえたら、嬉しく思いますし、皆さんにいつも応援していただいている分、ますます、練習したり頑張って、プレーでお返しできたらなと思ってますので、はい、また応援よろしくお願いします。いつもありがとうございます。